私のバイク一人旅お届けしていきたいと思います。ということで今回は青森編なのですが、一旦秋田の道の駅で朝ごはん休憩。道の駅に並ぶお惣菜は割り増し美味しそうに見えてしまう。朝からもりもりと食べます。旅行中はね、食事制限をせずに自由に食べるスタイルです。ありがとうございます。東京帰ったらまたボディメイクに励みます。朝ごはんも済んだので青森に向かっていきます。この前の宮城編でバイク倒した時に曲がりました。ということで今回の拠点にもなる十和田湖にやってきました。青森と秋田の県境に広がっていて、3分の1が秋田、3分の2が青森のよう。この十和田湖、ただの絶景スポットではなくて、地学的にも二重カルデラっていう非常に興味深い構造を持つ湖でもあって、また古くから龍神伝説をはじめとする神話が語り継がれていたりもする。さらに湖の中に現れたキリスト像や湖底に眠るピラミッドのような構造など、今も謎に包まれたミステリー的な一面もある。自然、伝説、謎が重なり合う、まさに神秘的な湖です。ということで、まず十和田湖の南側にある十和田神社に向かっていきます。この神社に祀られているのは有名な大和尊の命と大国主の命、そしてもう一柱、湖の主として崇められている龍神南祖の坊が深く関わっています。熊が出るので要注意。手水屋で心身を清める。左手を洗い、右手を洗い、次に柄の水を左手で受けて口をゆすぐ。最後柄の絵を流す。実は私の YouTube では外国語字幕をつけています。日本で問題になっている神社での外国人マナー、神社でダンスや筋トレをする人は置いといて、正常な認識を持つ人へ、常識的な海外ユーザーへ、キリスト教にとっての教会、仏教にとってのお寺、イスラム教にとってのモスク、それぞれの宗教で大切にしているように、それは日本の神社でも同じで、ということで動画にしてみました。私は行く先のその国の宗教を知らないと、知らない間に無礼を働いてしまう。そう思うからこそ自分で基本的な作法や宗教観を調べてから足を運びます。夏に京都旅行に行った時に、手水屋の水桶の中にうがいした水を吐き出した外国人を見つけた時は、さすがに作法知らずともそれあかんことぐらいわかるやろとね、怒ったことはありますが、そういうのは置いといて、知らないことを責めるというのも違うと思うので、私はあくまで常識的で神話的な旅行者には、日本に来てくれてるのだから丁寧に正しく教えてあげる親切さを持つことも大切かなと思います。これは人として。あとせっかく SNS を始めたのだから、こういう方法でも伝えられるんだなと思って動画にしてみました。森を抜け、ここが十和田湖。
深さ327メートルの二重カルデラで、古くから竜神が住む湖として語られています。でもこの湖の謎はそれだけではなく、霧の朝、湖に突然キリスト像が現れたという不可思議な話、誰が置いたのか、どこから来たのか、今もわからないまま。さらに湖の底にはピラミッドのような影が映し出され、自然か人工さえ判断ができない謎の構造が眠っているとも言われています。美しさの奥に伝説と謎が重なる十和田湖は今も息づく日本屈指のミステリースポットなんです。今回は十和田湖バックパッカーズさんに宿泊しました。1泊6000円、夕食はこんな感じ。そして翌日、今日は十和田湖の特別保護区に指定されている糸向入江にボートで入る、そんなツアーに参加します。到着しました。ここが糸向ツアー。時間まで直帰を着て待機します。カヌー乗り場まではまるでジェット機のようなリブボートで、静かな湖を一気に駆け抜けていきます。まっすぐ向こう行きます。恵比寿と呼ばれて、坂の上の神村丸の恵比寿討伐で北海道はありましたけど、この青森県内にも、アイヌの名残がある地名がね残ってます。ではこのボートにはお忘れもないんですよ。そしてここからはカヌーに乗り換えて、陸からは入れない糸向入り江へ。岸壁と森に囲まれた水路は奥に続いていて、ゆっくりと進んでいきます。一人旅でツアーに参加したけれど、同じ日本を一人旅している外国人の子と一緒になり、話しながら楽しく進んでいきます。ガイドさんが言うには、野生の動物もここで暮らしていて、ニホンジカ、キタキツネ、たまにツキノワグマなど見られるよう。そしてまたリブボートに乗り込み、十和田湖を内側から堪能する。リブボートは顔の脂肪と皮膚をすべて持ってかれるんじゃないっていうくらい速い。昨日は森側から十和田湖を眺めたけれど、どちらも違う景色が楽しめて違う良さがある。そしてこの不思議な岩は東日本大震災で崖が崩れ、十和田湖の水位が急激に下がった時に姿を現したと言われています。さらに不思議なのは、このキリスト像と礼拝堂と、そしてキリストの墓とされている新郷村の塚が一直線上に並んでいるということ。偶然なのか、意図された配置なのか。静かな湖のほとりに残された奇妙な符号。十和田湖にはまだ語られていない物語が潜んでいるのかもしれません。ツアーを楽しんだ後、そのまま青森の北へ。高速でも行けるんだけど、今日は時間があるので奥入瀬渓流の下道をゆっくり走りながら青森市街に向かっていきます。ただこの道結構へこみやうねりが多くて、溝っていうか小川みたいな深いところに車が落ちてるのを見かけました。明るい時間なら景色も綺麗で問題ないけど、夜は街灯がほとんどなくて本当に真っ暗。道の駅やカフェで地元のおばちゃんたちに話を聞くと、みんな口を揃えてクマに気をつけなよという。十和田湖周辺を走るなら景色も道も、そしてクマもどうかお気をつけて。渓流沿いを走り抜け、ふと道端で見かけたレストランに立ち寄ってみることにした。そしてこ
こで運命的な出会いをするなんて。お店の名前は高原茶屋。お世辞抜きで人生28年生きてきた中で食べたカレーの中で一番美味しい。一口食べた瞬間、ニンニクほど強くないのにしっかり香る不思議な味。ニラっぽさもある。でも甘さもある。ここのカレーめっちゃ美味しいですね。めっちゃ美味しい。なんでこんな美味しいんですか？それはそう。あ、餃子ニンニク入ってるから。これニンニク？うん。めっちゃ美味しい。すごっ。今まで食べたカレーで一番美味しい。あれ何ですか？させていただきます。ということで、めちゃめちゃおすすめなので、皆さんもぜひ青森十和田湖周辺に行ったら立ち寄ってみてください。目的地の駐車場が分からなくて、駅前を3周ぐらいしてます。到着。来たかったのはここ、ねぶたの家わらっせ。大人1枚620円。青森といったら私の中ではねぶたとりんごだから、どうしてもここには来たかったんです。ねぶたの起源にはいくつか説があります。農作業中の睡魔を払うため、灯籠に睡魔を移して川に流した眠り流し説。眠り流し、眠た流し、ねぶたとなまって変化したと考えられています。他にも七夕の灯籠流しが影響したという説も。ですがどれも決定的な根拠はなく、始まりは今も謎のまま。それでも人々が明かりに願いを込めてきた祈りが今のねぶたにつながっているんだと思います。近くの商業施設でいちじくのパフェを食べ、散歩して宿に戻ろうと思います。ということで、今回のバイク一人旅青森編は終わり。本当は次回岩手編をお届けと言いたかったのですが、誤ってデータを全消ししてしまったので、東北編はここで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。